こんにちは、月島です。今回は今まで使用してきたトープレリアルフォース R2 モデルの後継機種である R3 モデルを新しく購入しましたので、開封レビューをしていきたいと思います。目次です。開封と内容物の確認、本体各部の確認と主な仕様、静電容量無接点方式とは R2 モデルから変わったところ、1週間使用してみた感想、最後に購入した理由とまとめです。キーボード本体、USB ケーブル、単3型アルカリ乾電池、取扱説明書です。リアルフォースはモデルごとにキーキャップの色が白と黒のものがラインナップされています。私は先代 R2 を購入するときに指による汚れを考慮して黒を選択しました。ただ長期間使用してみたところ、黒いキーキャップはホコリが目立つ結果となりましたので、今回は白いモデルを選びました。キーの印刷は消化印刷です。消化印刷とは文字を熱と圧力でキーキャップの表面にインクを浸透させる印刷方法です。そのため文字が消えてしまうことはほとんどありません。ただコストがかかる印刷方法です。ちなみに今まで使用していた先代の R2 モデルはレーザー印刷です。約4年間使用した結果、コマンド K、S の印刷が薄くなり始めています。文字の配列については先代 R2 と同じです。キーボード上面のシルバーの部分はプラスチックです。また R3 モデルは約2センチほど縦幅が長くなっています。これは Bluetooth に対応したことによるものだと考えられます。有線モデルにはなかった電源ボタンや接続先、設定を確認できる LED インジケーターが装備されています。横から見ると傾斜がつけられています。キーキャップにもだいぶ傾きがつけられています。底面の四隅には滑らないようにゴムが設置されています。キーボードをしっかりとホールドしてくれます。そしてキーボードに角度がつけられるようにスタンドがあります。好みに合わせて角度を変えることができます。またこのモデルは Bluetooth 対応ですので電池を入れる箇所があります。電池は単3型でアルカリ電池、マンガン電池、ニッケル水素電池に対応しています。私はエネループを使用する予定です。静電容量無接点方式とは、無接点方式というだけに電極が接することなく一定のレベルに近づけば回路が接続されてキーが認識される仕組みです。ただ電極が接触しないということであり、キーを押し込めば一定の場所で止まります。静電容量無接点方式のメリットは、他のメカニカルやメンブレン方式と違い、電極が物理的な接点を持たないために耐久性に優れているということです。パソコンと Bluetooth で接続することができるようになりました。4台まで無線でペアリング可能です。ペアリング方法はファンクションボタンを押しながら P キーを押します。インジケーターが青く点滅したらファンクションボタンとペアリングしたい番号のキーを押します。指定した番号のインジケーターのみが点滅したらペアリングモードに入ります。あとはパソコンを操作してペアリング完了です。
縦幅が約2センチ、横幅が約1センチ増えています。ただ、ケーブルがなくなったこともあり、机に置いてみると圧迫感は感じず、むしろコンパクトになった印象を受けました。そしてここから見ていく機能は先代の R2 にも搭載されていたモデルはありましたが、私の使用していたキーボードにはなかった機能を見ていきたいと思います。APC は各キースイッチがオンになる位置を好みに合わせて4段階変更できる機能です。キースイッチの反応速度をコントロールすることで打鍵感を変えたり素早いキー入力が可能です。まとめて設定したり個別のキーに指定することも可能で、これらは専用ソフトウェアで設定することができます。新しく購入した R3 モデルは静音モデルです。今まで使用していたキーボードは静音モデルではありませんでしたので、どのくらい静かに感じるか楽しみです。軽くキーボードを叩いてみるとこんな感じです。以上のような違いがあります。ソフトウェアを使用してキーマップの変更が可能です。デフォルトだと全く使用しないキーもありますので、便利なものがあれば変更してみたいと思います。R3 リアルフォースはエコモードを選択することができます。他の方のレビューを拝見すると、このエコモードが不評のようです。一定時間入力がなく電源オフになった後、再びキーボードを起動させるのが手間に感じるようです。そこで私もエコモード10分で電源オフで1週間使用してみましたが、そんなに不便を感じることはありませんでした。むしろ10分以上席を離れるときは自動で電源オフになってもらった方が便利に感じました。再び使用するときに電源ボタンを押す必要がありますが、作業を始めるスイッチということで私はあまり煩わしさを感じなかったです。また私はパソコンゲームなどをしないのでキー入力のシビアな状況については分かりませんが、私の使用する範囲内では遅延を全く感じませんでした。電池の持ち具合に関してはエネループを使用してこれから検証してみたいと思います。1ヶ月に1回くらいの交換であれば特に問題ないと私は考えています。打鍵のフィーリングは先代モデルから変わらず良いと思います。音に関しては比べてみると確かに静かな感じになりました。私が今まで使用していた R2 モデルはそれなりにカチャカチャした音がしていましたが、新しいものはコクコクといった音で静かに感じます。キーボードのケーブルがなくなったことで机がすっきりしました。動画を撮影するときなどは机の上のものをすべて片付けますが、そういった作業がとても楽になりました。キーボード下部のベゼル幅に違いがあります。先代 R2 モデルは約 8mm、現行 R3 モデルは約 12mm あります。実際に使用してみてこの 4mm の差を違和感として感じました。打鍵しているとキーが遠い感覚を受けました。ただこれは仕方がないことなので慣れるしかないと思っています。白いキーキャップは小さいホコリでも見えてしまうのでやはり気になります。今後使用していくうちにどのくらいの汚れやホコリがつくのか、また掃除してきれいにできるのか気になるところです。キーボード上部のシルバー部分が多少浮いています。スペースキーの周辺部を軽く触ってみるとカチカチと音がします。
先代の R2 モデルではそのようなことはありませんでしたので気になります。ただ、打鍵中は触らなければ影響はないようです。今回私が R3 キーボードを購入した一番の理由は、キーボードを無線化したいという考えがあったためです。しかし Bluetooth で接続する場合は、有線モデルの安定した接続、電池の心配がない、サイズがコンパクトなどのメリットを捨てることになります。ただ R3 モデルは有線接続にも対応していますので、もし Bluetooth 接続がうまくいかない場合は USB ケーブルで使用すればよいと考えました。実際に約1週間ほど使用しましたが、私は無線接続にストレスを感じませんでしたので、今後も大丈夫だと思います。先代の R2 モデルを4年以上使用していた上に、キー配列も同じなので、すぐに新しいキーボードに慣れることができました。トープレのリアルフォースはとても高価なキーボードではありますが、仕事している間はほぼ毎日ずっと触れているものです。そう考えると決して高い買い物ではないと私は思っています。またこのキーボードは Mac 配列で、基本的に Mac 用ではありますが Windows 10以降のパソコンにも使用できるようです。いろいろな意味でハイブリッドなキーボードだと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。